オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。10月14日から1週間のドラゴンボールニュースをお届けします。まずは先週のニュースです。10月10日木曜日から 3D 対戦アクションゲームのスパーキングシリーズ最新作ドラゴンボールスパーキングゼロが発売中です。こちらニュースについてプロデューサーからコメントが届いています。 VTR をご覧ください。ウィークリードラゴンボールニュースをご覧の皆さん、こんにちは。ドラゴンボールスパーキングゼロプロデューサーの古谷です。日本では10月10日、日本以外の地域では10月11日にドラゴンボールスパーキングゼロが発売を迎えました。本作はカメハメハや武空術といったドラゴンボールならではの技を駆使して戦う 3D 対戦アクションゲームです。キャラクターによってはバトル中に変身してパワーアップしたり、フュージョンして一発逆転を狙ったりなど、プレイヤー自らの手で熱いドラマを展開することもできます。また悟空やベジータなど8人のキャラクター目線で作中の物語のシチュエーションでのバトルを楽しめるエピソードバトルモード、オリジナルのシチュエーションでさまざまな条件や演出のバトルを楽しめるカスタムバトルモードがあります。カスタムバトルモードではプレイヤーの皆さん自らの手でオリジナルのバトルを作り、世界中のプレイヤーと共有してお互いに遊び合うことができるようになっています。そして本作では180体を超えるプレイヤブルキャラクターが登場します。ぜひ皆さんの好きな挑戦士となって熱いドラゴンボールバトルを楽しんでみてください。ありがとうございました。またソフト発売と同日から攻略本ドラゴンボールスパーキングゼロゼロバイブルも発売中です。発売開始時点で登場するプレイヤブルキャラクター全182人のデータが掲載されるほか、原作のシチュエーションのバトルが楽しめるエピソードバトルの情報や効率のいい修行方法を紹介しています。さらにキャラクターの早期解放権や性能アイテムを獲得できるコードも封入されています。こちらも合わせてチェックしてみてください。次のニュースです。10月11日金曜日にドラゴンボールダイマの第1話が放送されました。ドラゴンボールの完全新作アニメがついに放送を開始しました。毎週金曜日23時40分よりフジテレビ系列にて放送中です。今週放送の第2話もお楽しみください。次のニュースです。10月13日日曜日からドラゴンボール40周年記念商品がプレミアムバンダイで受注販売を開始しています。ドラゴンボールのコミックス背表紙を使用したデザインのノートや悟空やウーロン、プーアルをイメージしたビーニーなどこだわりのアイテムが多数登場しています。ぜひチェックしてみてください。その他先週のトピックスはこちらです。次は今週のニュースです。現地時間10月17日木曜日から10月20日日曜日までニューヨークコミコン2024が開催されます。ニューヨークで開催される世界的ポップカルチャーイベントにドラゴンボールブースが登場します。最新の商品展示やゲーム、カードの体験コーナーなど盛りだくさんとなっています。ぜひご注目ください。さらに10月17日にはドラゴンボールダイマのスペシャルパネルディスカッションが実施されます。ドラゴンボールダイマの最新情報や制作秘話など注目の内容です。当日はパネルの一部が配信予定ですので、詳細はニューヨークコミコン公式サイトをチェックしてください。次のニュースです。10月19日土曜日より一番くじドラゴンボールファンタスティックアドベンチャーが順次登場します。ドラゴンボール探しの旅の始まりを再現したバイクに乗っているブルマと悟空のフィギュアをはじめ、テレビアニメのエンディングをイメージしたブルマのミラー付きフィギュアなどドラゴンボールのファン必見のアイテムが満載です。さらにラストワンショーでは印象的なイラストを再現した貴重な姿の悟空が立体化されています。ぜひチェックしてみてください。その他今週のトピックスはこちらです。
次は本サイトで今週公開予定のコラム記事のお知らせです。以上、今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それでまた次回お会いしましょう。さようなら。